おはようございます。クレヨンです。今回は近場に一泊旅行。涼を求めて伊豆の観光地を巡ります。まず向かっているのは滝の屋不動橋。Google マップを眺めながら涼しげなところを探していたら見つけた場所。一体どんな場所だろう。焼津市を流れる瀬戸川の上流にある滝の屋川沿いに進んでいきます。この辺りが目的地のようなので、車を止められそうな場所を探します。少し進むと駐車場と思われる場所を発見。こちらに止めて歩いてみます。滝の屋不動橋に到着。時期のせいなのか人影はほとんどなく、川のせせらぎだけが聞こえる空間。薄曇りで日差しも柔らかいので、とても涼やかな感じです。駐車場からさらに上流に行くと公園がありそうなので、ちょっと見に行ってみます。この先の吊り橋を渡ると、もみじの広場があるみたい。名前の通り、もみじが一面に植えられています。紅葉シーズンには、とても鮮やかな景色が見られそう。広場はうっそうと茂った木々で日陰となり、ひんやりとした空気で満たされていました。そして広場の内外にはアートな一面も、可愛らしい石像から、不思議な構造物までいろいろ飾られていました。夏の滝の屋不動橋は人影少なくひっそりとした、のんびりと涼しく川辺を楽しめる場所でした。紅葉時期も景色を楽しみに来てみたいです。続いて道の駅掛川にやってきました。ここは驚くほどの品揃えです。特に農産物が広い店内いっぱいにあります。日曜だったので買い物客も大勢で、新鮮な野菜を買い求める人でごった返していました。魅力的な商品に目移りしながら、人混みをかき分け、めぼしいものをカゴに入れていく。新鮮でお得な野菜をはじめ、美味しそうな地元のお土産をいろいろ購入し、大満足の買い物ができました。時間はちょうどお昼時。こんな美味しそうなメニューを見つけたので、こちらで昼食を食べることにしました。こちらのお店、なんとセルフ定食方式。お好みのお惣菜をとって、自分好みの定食を作れるワクワクシステム。ただでさえ楽しいシステムなのですが、惣菜の種類がたくさんで迷ってしまいます。欲望に任せると大量に取りがちなので、ここはぐっとこらえてチョイスを厳選していきました。
お雑煮を注文したら、おはたき餅は残念ながら売り切れだったので、のし餅を注文。後で調べたところ、おはたき餅とは、粉末にしたうるち米を蒸してこねた餅で、ふわっと軽い口当たりで歯切れの良い食感とのこと。お雑煮は番号札をもらって後で呼び出し方式。深蒸し掛川茶と書かれた旧茶器を見つけたのでいただきます。選んだメニューはこんな感じ。そして出来たてお雑煮が。いただきます。選んだメニューを次々と食べていきますが、お惣菜は家庭的な味付けで美味しいし、お刺身も満足いく内容でした。主役のお雑煮はどうでしょう。柔らかお餅がとても美味しそう。つきたてなのかな。ものすごく柔らかくて、お餅の甘みが口の中いっぱいに広がる。一緒に入っている具材も全部美味しいです。自分の食べたいものを詰め込めるセルフ定食システム。最高ですね。もちろん奥さんともシェアして楽しさ倍増。ごちそうさまでした。今度はおはたき餅も食べてみたいです。昼食後、道の駅で少し休憩して、次の場所へ移動します。蓬莱橋に到着。蓬莱橋とは、静岡県島田市の大井川に架けられた木造の橋。1997年、平成9年に、世界一長い木造歩道橋としてギネス世界記録に認定されています。渡った先に何があるかわかりませんが、とりあえず面白そうなので渡ってみましょう。今回の旅行は事前リサーチなし。行き当たりばったりの旅も、また楽しいですね。全長900メートルと結構な距離。遮るものがないので、晴れていると暑そうですが、この日は雲があり、散歩にはちょうど良い気温でした。木道は補修を重ねており、新しい部分と古い部分が混在しています。場所によっては、傷みの目立つところもあり、なかなか渡りがいのある橋でした。橋の真ん中まで来ると、ど真ん中の印があります。横を見ると、穏やかな川が広がっていますが、水量が増えると、一面、川になるんですかね。いよいよ対岸に到着です。対岸に渡り、まず目に入ったのが、吉祥天女の祠。奈良薬師寺の国宝、吉祥天女の御分身で、御まか首里エーソワカと手を合わせて3度唱えると、無病息災のご利益があるそうです。道がさらに小高い丘へ続いていたので、登ってみると奥にも見どころがありました。縁起物や祈りのスポットが点在し、ご利益をたくさん授かってきました。
フォトフレームで記念撮影も忘れずに。一通り楽しんだので対岸へ戻ります。最後に橋のたもとにある売店に立ち寄ります。黒やっこという初めてのお菓子を発見。黒やっことは北海道産小豆のあんこ玉を昆布入りの羊羹で包んだ風味豊かな和菓子。島田の帯祭りにちなむ銘菓です。すごく美味しそうですね。他にも色々並ぶ美味しそうな名物があったので気になったものを買ってみます。もちろんソフトクリームも忘れずに。煎茶ソフトクリームをいただきます。お茶の香りとほろ苦さがしっかりして、さすが静岡の美味しさです。時が経つこと数時間。やっぱり静岡ですからね。どうしてもこのハンバーグショーを見に行きたくなります。この音、たまりませんね。はじける肉汁。牛肉の脂が香る幸せの瞬間。オニオンソースをかけて完成です。夕食は静岡グルメの有名炭焼きレストラン爽やかにげんこつハンバーグです。言わずもがなの肉々しいハンバーグカットから始まるショータイムも健在。相変わらず五感で楽しめる爽やかです。この日もペロリと美味しくいただきました。ごちそうさまでした。静岡旅1日目はこれにて終了です。道の駅藤川楽座で一泊。朝一からお店を見て回ります。おこたま河津桜を見に行った時にも食べました。まずは上の階から見てみます。ショップも広そうで楽しみです。こちらはレストラン。まだオープン前でした。右に行くと展望ラウンジ。プラネタリウムもあるようです。すごいですね。ここがプラネタリウムで、この奥が展望ラウンジですね。時間によってはピアノ演奏もあるみたい。こちらのハートマークを使って素敵な写真が撮れるようです。試しに1枚。残念ながら雲に隠れていました。晴れていれば富士川と富士山の景色が素敵そう。椅子でのんびりできそうな展望デッキ。奥にはマッサージチェアもありました。ショップに行こうとフロアを一つ下がるとフードコートテラスもありました。こちらも多くのお店が入っていて気分で選べる食事ができそう。こちらがフードコートの隣にあるショップ。選び放題の充実した品揃え。見て回るだけでも楽しめるショップです。冷凍の釜揚げしらすをお土産に買いました。こちらは別棟にある農産物直売所。中に入ると柑橘類をはじめ果物がいろいろ。大好きなビワと甘夏を購入してこちらの道の駅を後にしました。続いてやってきたのは白糸の滝。この先にあるふもとっぱらキャンプ場には何度も来ていますが、ここは初めてです。
一番近い駐車場側から歩いていくと、何やら人だかりができています。お土産売り場の向かいには、白糸の滝を見下ろせる展望スペースがあります。木の間から、見事な滝が見えます。売店の裏手に回ると、音止めの滝の看板があり、展望台からその景色が見られるようなので、登ってみます。こちらにも、見事な滝がありました。通りの両側で滝が見られるなんて、あまり聞いたことがないですね。白糸の滝のそばまで行けそうなので、階段を降りて向かいます。この辺りで、すでに滝のしぶきを感じられ、マイナスイオンを浴びて、良い気分。降りてきて気づいたのですが、滝の幅がとても広いのです。近くで見ると、さらに圧倒される迫力です。降りてきた階段の反対側にある階段を上ると、こちらにも白糸の滝を見下ろせる場所がありました。こちら側から見る滝も、また違った雰囲気で良いですね。駐車場へ戻る方向へさらに進むと、木々の間に通れる道が。滝ではないけれど、見どころがもう一つあるようです。御瓶水と呼ばれる、湧き水の池。階段を降りると、すぐ目の前に現れました。とても澄んだ、穏やかな水面の池です。説明の通り、鏡のように反射して美しい。滝のミストと森の澄んだ空気に癒され、気分爽快の白糸の滝散歩でした。お腹が空いてきた。ということで、こちらのお店を見つけてやってきました。富士宮名物のしぐれ焼きを食べに来ました。しぐれ焼きとは、主に静岡県富士宮市を中心に食べられているお好み焼きの一種で、生地にキャベツと富士宮焼きそばの麺が入り、揚げ玉、だし粉、肉かすが味の決め手です。まずは一緒に頼んだ富士宮焼きそばから。こちらは何回も食べるほど大好きです。取り分けているうちに、しぐれ焼きが焼き上がりました。とても美味しそうです。まずは焼きそばから食べていきましょう。いただきます。湯気とともにソースの香りが広がります。だし粉の風味とソースの甘みがとても良い。かけた一味がピリッと効いて最高です。
しぐれ焼き、いただきます。魅惑のビジュアルです。生地はふわふわで、キャベツが甘い。カリッと焼けた麺が良いアクセント。ビールが欲しくなりますね。残念ながらビールはなしですが、どちらも美味しくてボリュームたっぷり。大満足なランチになりました。ごちそうさまでした。ちょこっと出かけた1泊2日。キャンピングカーだからできる気ままなぶらり旅は、静岡の初めての場所をいろいろ楽しめた旅でした。